岸田さんから内閣総理大臣という肩書きが外れたらどんな目に遭うのか、今から生ぬるく見守ってきます。楽しみだな。ただ結局、岸田さん以外の人だったら何ができるかって考えると、そんな大して変わんないと思うんですよね。少なくとも派閥の解消ということをやったというのは、僕は岸田さんの成果だとは思うんですよ。とはいえ、裏金問題で誰も捕まってないよねっていうのはどうかと思うんですけど、ただこれは岸田さんじゃなかったとしても多分誰も捕まらないと思うんですよね。なので、岸田さんができる範囲でやることはしてる、やれることはしてるけど、日本というのはやっぱり構造的にはあんまり変わらないこういう国だよねっていうのは続くんじゃないかなと思います。岸田首相は比較的移民を推進している印象ですが、SNS では割と批判されているように見ます。なぜ移民推進は批判意見が多いのでしょうか。日本は治安が悪化した方が日常が面白くなると思うのですが、面白くなるのは多分自分が被害を受けないから面白いっていう話で、多分被害を受ける側に自分がなった時は面白くないんだと思うんですよね。たまたまツイッターを見てて回ってきたので、ベトナムの人に家を貸していたら、そのアパートが大麻製造工場になっていたっていうのがあるんですよ。押し入れとかぶち破って、植木鉢とかバンバン置いて、LED ライトとか当てて、大麻をこう育ててるんですけど、で、電気代どうしてたのかっていうので、電柱から線つないで、直接引っ張って、LED を当ててたらしいんですよ。電気代ってかかるじゃないですか、普通に電気使うと。でもそうじゃなくて、電柱に配線つないで引っ張ると、メーターもないし、東京電力もわかんないから、それでお金が取れるって言うんですけど、ただ、そのお金誰が払うのっていうので、東京電力の人これどうなんのみたいな話をしてるみたいなのがあるんですけど、っていう感じで大麻工場にされてしまって、内装とかもボコボコになってて、次の人住めるような状態じゃないんですよ。押し入れぶち抜いて大麻工場にしてるので。ってなっちゃうと、出てった後に次の人貸しますって言っても、それはまたこうリフォームとかでお金かかってしまったりするので、なので良かれと思って家を貸したのに、結果としてすげえひどいことを、予想を超えたひどいことをされるっていう。家が汚くなりましたとか、掃除しないで出てきましたとか、なんかそれぐらいだったらかわいそうなんですけど、もう電柱から電気引っ張って大麻工場にするとか、もう明らか悪意満々じゃないですか。悪意満々なことを外国人の人はやる可能性が日本人より高いんですよ。数年で帰るって決まってるので、そうすると数年の間に悪さをしてもバレないで帰ったら勝ちなんですよ。で、じゃあ家の中で大麻を作ってても、それがバレて捕まるまでやっぱりタイムラグがあるんですよ。たまたまじゃあ末端の人が捕まりましたって言っても、その工場がどこにあるかまではなかなかこう見つからないわけですよ。逮捕されてゲロ吐いて売人が捕まって、その売人の上の卸まで行ってとかっていうので、何人か捕まって全員が自白してようやく大麻工場まで来るみたいな話なので、そうすると末端が捕まった瞬間にベトナムに帰っちゃえば、ほぼ大麻工場の人が捕まる可能性はないんですよ。末端が捕まってゲロ吐いて、で、次にその卸の人の逮捕状を取って、逮捕状を取るために一応証拠とかが必要なので、その卸の人の周りを一応調査とか調べて、1週間ぐらいして逮捕状を請求して、卸の人が捕まって、やっぱその順番っていくので時間かかるんですよね。製造元に行くまで。っていうのを考えると、結構やったもん勝ちな部分があるんですよね。多分そのベトナムの移民の人ももともと労働者として、なんだっけ、技術なんとか員みたいな感じで、合法な労働者として入ったと思うんですけど、でも合法な労働者として働くより、大麻作った方が儲かるよね。で、別に大麻作っても逃げればもう絶対バレないよねっていうところで、こっち行った方が得だよねっていうことになってしまったと思うんですよね。で、それはそういう構造なんですよ。悪いことした方がリスクが高いというのにすると、人は犯罪をしないんですよ。なので、島国って日本だったりとかインドネシアのバリ島だったりとかっていうのは治安がいいんですけど、やっぱ島国って逃げれないから、海があるからね。悪いことをすると結構捕まるんですよ。人間の出入りの数が限られてるので、変なこと起きた時に、あれって新しく来たあいつじゃねっていうのを調べたら、やっぱり新しく来たやつがやったじゃんみたいになりがちなんですけど、大陸の場合って人の出入りがすごい多いので、悪さをしても結構バレない、逃げれるっていうのが起こりがちなんですよ。その感覚で日本に来られて、2年で帰るよってなると、まあ1年くらい普通に働いて、残り1年っていうのはじゃあ悪さをしてバレなければ結構な大金を持って帰れるよねっていうのができちゃうんですよ。で、これ成功例なんですよね。今回のその大麻工場っていうのは。多分表沙汰になってないだけで、そういう話っていっぱいあると思うので、移民を増やすというのは、僕は基本的にはよろしくないと思うんですよね。シンガポールみたいな移民の増やし方は僕賛成なんですけど、シンガポールだと、東大慶応早稲田、上智、京大、なんかね、5、6個ぐらいは大学生として認めるんだけど、それ以外は大学として認めません、みたいな。それなりに優秀な大学を出た人であれば知的労働者としての労働ビザを出すんだけど、そうじゃないやつに労働ビザは一切あげませんっていう。
で、確かね、年収800万円かなんかまで出せるんだったら、労働ビザ出すんだけど、800万円以下の仕事しかできないようなやつはいりませんっていう。なので、会社が優秀だと思ってお金を払う人が外国人です。安い一般的な誰でもできるような労働であれば、それはシンガポール人がやるべきだよね、という形で、高い給料の人だけが外国人が雇用されるっていうのがあって、10年ぐらい前なんですけど、シンガポールのクラークキーっていうシーフード屋さんに行った時に、皿洗い募集って書いてあって、で、皿洗いの給料が、その当時、日本円で月給35万円とかだったんですよね。ひたすら皿を洗うだけのお仕事なんですけど、月に35万円もらえるんですよ。だから年収でいくと、420万円だよね。っていうぐらいで、皿洗いでもそれぐらいいっちゃうんですよ。で、それは安い仕事をする移民を入れちゃうと、移民がじゃあ20万円で俺やりますとかって言っちゃうから、どんどん給料が下がるんですよ。でも、安い移民というのは基本的にシンガポールは入れないので、なのでそうすると、誰もやらない仕事は給料がどんどん上がってくるんですよ。なので結果として、皿洗いやる人がいないから、28万円でやる人がいないから30万円で募集して、30万円でやる人がいないから35万円で募集して、35万円で募集しているけど、未だにいないっていう、ちょっと10年前ぐらいですけど。僕はなので、安い労働者というのを移民に入れるべきではない。優秀な労働者、年収すごい高く払ってもいいぐらいの技術者というのは入れるべきだよねと思ってるんですけど、そこら辺が移民政策としては僕は日本は間違った方向に行ってるんじゃないかなと思ってるのはそういうところで、時給1000円みたいな仕事を外国人にやらせるというのは、労働者がいないから何とかして安い労働者を入れて回したいっていう会社の人たちの要望を受けて、自民党は技術研修員的な人たちを使ってるんですけど、それは結果として日本人の時給を下げることになって、機械化とかも遅れてしまうので、長期的には良くないんじゃないかなと思ってるんですけども。もし自分が総理大臣だったらいい人を演じて国民に嫌われないような政策をやりたくなりますが、なぜ岸田さんは嫌われるようなことばかりするのでしょうか。試しに消費税を 2% 減税とかやるだけでも人気は少しでも戻ってくると思うのですが、なぜそれすらできないのでしょうか。消費税を 2% 下げることによって多分2兆円ぐらい税収が減ると思うんですけど、減った税収を別で稼ぐか、もしくは何らかしらの公共事業を減らさなければいけないんですよ。月給が100万円です。で、そこで税収として100万円が国に入ってきました。で、税を減らすということは、国に入ってくる予算を90万円とかに減らすということなんですよ。で、90万円になったということは、その予算でできることというのが10万円分減るんですよ。これ言い換えると、結局じゃあ政治家というのは自分の支持している団体だったり地域だったり、いかにお金を引っ張るかというのを自民党の政治家はやってるんですけど、じゃあ国家予算が減るということは、そこのばらまくお金も減るんですよ。なので、毎月毎月和歌山県に10万円ずつ払うみたいな構造があったとして、でもじゃあもう消費税減税するので、和歌山県に払う金額を9万円に減らしますってなると、和歌山県の政治家ブチ切れなわけですよ。俺いつも50億円もらってるはずなのになんでこれ減ってんだよみたいな。っていうのがあったりするので、自民党というのは基本的にもともと支持している団体や地域だったりっていうところにいかに利権を配るかっていうところで権力構造を維持している政党なので、なので減税をするということは権力構造であるお金というのの手持ちの持ち分を減らすことになるんですよ。要はヒットポイントを自ら減らすってことになるので、なので基本的に減税する気はありません。で、別に国民に好かれたいというのをそもそも思ってないと思うんですよね。人に好かれたかったら政治家やんない方がいいですよ。なので、ちやほやされたいんじゃなくて、自分の権力構造を維持するという方が割と目的なので、いい人に思われたいというのはあんまないんじゃないかなと思います。ひろゆきさん的に岸田政権100点満点中何点ですか？採点が難しいのは、じゃあ岸田さんじゃなかったら誰が他にいい点数取れるかって話だと思うんですよ。仮にじゃあ僕は岸田さん50点って言ったら、じゃあ100点取れるの誰なのって言うといないんですよ。なので選択肢の中から点数を決めるってなると、じゃあ岸田さんの代わりに誰がなってももうそんなに変わらんよね。じゃあ立憲民主党に任せたらもっといいかって言うと別にそうじゃないよねって話で、結構難しいですよね。なんで僕は岸田政権のこれが良くないあれは良くないとか結構文句たらたら書いてるんですけど、じゃあ他の党に任せたらいいのか、じゃあこの人に任せたら、自民党のこの人に任せたらもっといいのかっていうと、大して変わらんよねっていうのもあるので、石破さんとか河野太郎さんがやった方がよりいいだろうとか、菅さんがやった方がよりいいだろうとは思うんですけど、でもその差は多分10点ぐらいの差で結構誤差なんじゃねえかなっていう気がしてます。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。